こんにちは、アルシチャンネルです。今回は運命の絵。著者はドイツ文学者の中野京子さん。この中からマネのホリー・ベルジュールのバー、ホーマーのメキシコ湾流、ルーベンス、ロムルスとレムスを見ていきましょう。ここはパリのミュージックホール、ホリー・ベルジュール。建物がベルジュール通り近くにあったことからの命名だが、おそらくそれだけではあるまい。ホリーは熱狂した、ベルジュールは柔らかい椅子という意味なので、性的奉仕する女性を想起させる狙いもあったのではないか。設立は1869年。様々な階級の人々に一夜の刺激を提供する歓楽施設として、瞬く間に人気を集めた。豪華な内装、きらめくシャンデリア。演目はオペレッタやシャンソンなどの歌や演奏、サーカス風の曲芸、見せ物など、実にわい雑極まりなかった。現代の日本人がイメージする劇場と違って、全客席が舞台に向いているわけでも、全観客の意識が舞台に集中するわけでもない。ボックス席ではきちんとした食事ができたし、立ち見でもバーで買った酒を飲めた。歩き回り、喋りまくるのも自由で、ある種の社交場としても利用された。ホールは2層になっていて、上の階のボックス席には上流階級の人たちが座っている。1階席は主に中産階級の人々が利用する。どちらにも内部をぐるりと巡る回廊があり、1階の大回廊には3つのスタンドバーが設置されていた。マネと同じ時代に来た小説家モーパッサンは長編小説ベラミの中でホリー・ベルジュールを紹介している。曰く、それぞれのスタンドバーには厚化粧のくたびれた売り子が陣取り、水と春を売っている。後ろの背の高い鏡に彼女らの背中と通行人の顔が映っている。スタンドバーの売り子嬢が提供するのは飲み物だけではない。彼女たちは娼婦とさして変わらない、そうみなされていたわけだ。この絵におけるマネのヒロインが例外ということはありえないだろう。大理石のカウンターに両手を乗せ、金髪の売り子嬢はまっすぐ正面を向いている。視線は定まらない。整った顔立ちとぽってりとした官能的な唇。だが表情はうつろだ。ほんの一瞬、孤独が木枯らしのようによぎったとでも言うように。当時の流行色は黒なので、ドレスもチョーカーも黒。肌の白さ、明るい髪の毛、頬紅の赤を引き立てる。レースで縁取りしたドレスの胸元はかなり大胆に開き、その谷間を隠すように生け花が飾られている。上着のボタンがまっすぐ列をなし、ヒロインの存在感を強調する。カウンターには、オレンジを持ったガラスの器やバラを2輪生けたグラス。富裕層向けの高級シャンパンから、低所得者用の安いイギリス産ビールまで、雑多な客層に合わせて取り揃えられている。ヒロインの腕輪のすぐ下あたり、金色の太い鏡の額縁がオレンジの器のところまで続いている。つまり、ここから上に書かれているものはどれも鏡に映った世界だ。大理石のカウンターも酒瓶も、2階のバルコニーやその後ろにひしめく人々も、天井から下がる巨大なシャンデリアも。男も女も、時には子供まで、盛んにタバコを吸った時代なので、それらに香水やらお酒、料理や汗の匂いも入り混じり、よどんだ空気は息苦しいほどだっただろう。そこに楽器の調べや歌声、ダンサーが床を踏み鳴らすステップや絶えざるおしゃべり、グラスや食器の触れ合う音まで加わる混沌状態である。バルコニーではオペラグラスを使う女性もいる。舞台を見るためなのか、知人を見つけるためなのか。少なくとも彼女が見ている先は画面左上の空中ブランコではない。ブランコには
緑色の靴を履いた小さな足が乗っている。空中ブランコはショーの人気演目のはずだが、まだ誰も気づいていない。これから始まるのだろう。空中ブランコ乗りはオペラ座のバレリーナと同じく、貧しい少女の憧れの職業だった。報酬は多く、金持ち連中の品定めの対象なので、チャンスをつかめばステップアップできる。しかし、曲乗りには常に危険が伴い、怪我をしたら続けられない。スタンドバーへ戻ろう。先ほど言ったように、この絵はリアルに見せかけてそうではない。まず、現実のカウンターに載っているお酒の瓶と鏡に映る瓶が一致しない。何より奇妙なのは、右端にいる女性の後ろ姿。彼女が鏡の中にいるのは間違いない。額縁に収まっているからだ。となると、どうしてもこれは中央に立つヒロインの背中ということになる。鏡が2枚直角に飾られていない限り、こんな風に映ることはありえない。ありえないが、マネはそれを承知でこうした仕掛けにした。リアルに描けば、背中はヒロインの真後ろに来てしまうので、意図的に空間処理して美的な構図を目指したのだ。ありえない場所にヒロインの背中が映る。イリュージョンなのだ。ホリー・ベルジュール自体が壮麗なイリュージョンなのと同じように。鏡の中の売り子嬢は、髭を蓄えたシルクハットの紳士と向き合っている。本来なら、スタンドバーの床は、ホールの床より高いので、彼女の方が紳士を見下ろすはずなのに、逆だ。厳然たる階級の上下を示すかのごとく、見下ろしているのは紳士だ。空虚な瞳の売り子嬢は、実際に今、紳士と向き合っているのだろうか。それとも想像の中でそう願っているだけなのか。あるいはもうすでに紳士と何か言葉を交わして期待外れだったのか。そもそも彼女には肝心な能力があるのだろうか。男に夢を見させることによってこの世を乗り切る能力が。19世紀後半のパリ。あなたは貧民街に生まれた。父が誰か知らない。母は病気だ。あなたはろくに教育も受けられず、母と自分自身を養うために必死に稼がなければならなかった。花売り、走り使い、傘工場の工員、洗濯女、モデルなどなど。女性の働き口は極端に少なく、お給料はスズメの涙。歌手やバレリーナになるだけの才能もない。唯一の救いは若さと綺麗な顔。それだけを資本に短期間に這い上がらなければならない。失敗したら街角に立つ老いた娼婦という末路があるのみだ。ホリー・ベルジュールで売り子嬢の募集があった。口を聞いてくれた男に何度か嫌な思いをさせられたが、耐えてようやく仕事を手に入れた。チップが多いので見入りは悪くない。いろんな男が近づいてくる。目を見張るほど美貌の青年にビールを売ったが、自分と同じ貧しさとギラギラした野心の匂いを嗅ぐ。用はない。相手もこちらに用はない。やがてあなたは空中ブランコ乗りの少女と仲良くなり、時々言葉を交わす。似たり寄ったりの境遇だったが、観客を沸かす芸ができる少女をあなたは羨む。しかし、少女は練習中にブランコから墜落して、足を痛めて店から去っていた。数年が経ち、あなたは焦り出す。早く良きパトロンを見つけなければ、若い新人に仕事を奪われてしまう。ヒゲの紳士が話しかけてきた。好きなタイプではない。しかし、そんなことを言っている場合だろうか。妥協すべきではないのか。
運命の分岐点に立つあなたの前を、ふと孤独が木枯らしのようによぎった。荒れ狂う海に翻弄されるボート。周りを囲む獰猛なホウジロザメの群れ。半裸の青年の運命やいかに。まるで映画のワンシーンだ。だが、もちろん、絵が映画のようなのではなくて、映画の方が絵のようなのだ。アメリカ人画家ホーマーがこのメキシコ湾流を発表した1899年当時、映画はまだよちよち歩きの赤ん坊に過ぎない。白黒で音声を出すことさえできなかった。メキシコ湾流の70数年後には、スピルバーグ監督の映画ジョーズが公開されて、世界中の観客を震撼させた。人々はそれまでほとんど知らなかったホウジロザメの驚愕の生態を知った。泳いでいる人間を鋭い嗅覚で餌と認識して近づき、鋭い牙で瞬時に噛みちぎり、飲み込む際には目玉がでんぐり返ること。船の中でも安全とは限らず、小型の漁船ならそこをくり抜いてしまう。痛みの感覚がないので、反撃にも強い最悪の海の生物だということを。映画ジョーズの印象が強烈なためか、このホーマー作品で一番ゾッとするのは、おそらく巨大ホウジロザメの存在だろう。ところが、主人公の視線は他に向いている。なぜか。ホーマーの絵は一見淡白で細部にこだわってないかに見える。しかし、ホーマーの波の描写には本物だけに備わる迫真性があり、風と波が吠え立てる百雷の音まで聞こえてきそうだ。また、絵を細かく見れば、かなりの情報が込められているのもわかる。まず、ボートの友には、アンナ・キーウェスト、キーウェスト島のアンナと船名が記されている。カリブの海賊を真似て、愛する女性の名を魔除けにつけたのかもしれない。その願いも虚しく、舳先のマストは無残に折れ、帆は破れ落ち、ボートはもはや航行不能で流されるばかりだ。画面左上に大型帆船が霞んでいる。この距離では到底救助は無理だろう。そこへホウジロザメのまぶたのない目とノコギリのような歯。青年の死はすでに定まった。と美術評論家は解説した。この絵を見た人々はホーマーに彼がかわいそうだと抗議したらしい。肝心の青年の表情は読み取りにくい。黒光りするたくましい腕で上半身を支え、デッキに足を投げ出して体の緊張は伺えない。ちぎれたロープをつかむ手も力強さに欠け、ボートがさらに傾けばあっさり海に投げ出されてしまうだろう。彼はサメにも関心を払っていない。あまりに長く恐怖が続いて放心してしまっているのだろうか。いや、そうではない。サメが問題なのではない。彼が首を回す後方に別の脅威が迫っている。ハリケーンだ。タイトルとなったメキシコ湾流は黒潮と並ぶ世界最大の海流。メキシコ湾がたびたび巨大ハリケーンに襲われるのは、熱帯低気圧がこの暖流に乗って次第に勢力を増していくからだ。この絵のハリケーンがどれくらいの規模かわからないが、空を覆うまがまがしさは相当のインパクトだ。まだかなり遠いのに、海面はこれほど泡立ち、騒ぐ。もう海中をかき回しているのだ。地上の生き物が嵐に逃げ惑うように、海の生き物たちも彼らにとっての空気にあたる水が暴れ出せば、パニックに陥らざるを得ない。絵をよく見てみよう。水面から顔を出しているのは、ボートの周りのホウジロザメだけではない。
大中小、様々な魚や海蛇、飛び魚が描かれている。山火事が起きると、狼から鹿やウサギに至るまで一斉に同じ方向へ走り出すのと同じで、魚たちも恐ろしい水の怒りから逃れるべく必死で上昇してきた。あるいはなすすべもなく吹き上げられてきた。命が脅かされるとき、食欲や性欲は棚上げされる。ホウジロザメは餌を忘れて、人間はサメの歯を忘れる。ホウジロザメは青年を食べるためボートに体当たりしているのではないし、青年はサメに怯えているのではない。人間もサメもこの時ばかりは同じ運命の元にある仲間なのだ。さて、先ほどの話に戻るが、絵の少年がかわいそうだと責められたホーマーはこう答えたという。心配無用、彼は助かります。いかにもハッピーエンドを好むアメリカ人らしい。ホーマーはメキシコ湾流と同じ年、まるでパート2のような作品、ハリケーンの後でを発表した。ボートと共に砂浜に打ち上げられた青年は、どうやら危機を脱したらしい。しかしよく見ると、二人の黒人青年は別人だ。顔も違えばズボンの色も違う。第一ボートが違う。これはどういうことなのだろうか。実はホーマーはメキシコ湾流についてあれこれ言われることに腹を立てていたらしいので、野じ馬たちを黙らせようとハリケーンの後でを書いて、主人公は助かったと誤解させて北総園でいたと言われている。いかにもそういうことをしそうなタイプなのだ。ホーマーは大西洋を見晴らす突端に家を建てて一人で住み、友人が訪ねたいと手紙をよこすと、ベッドがないと断る。ファンが訪ねてきた時には、貧しい漁師と間違えられ、ホーマーの家を教えてくれたら25セントやると言われて、まずそのお金をもらってポケットに入れてから名を名乗った。経済的に困窮していたわけではなく、ホーマーは若い頃から絵を売る苦労をしたことがなかった。抜群の人気を誇って、作品には常にトップクラスの値がつく。後発のアメリカ美術が世界を魅了したのは、20世紀半ばのポロックによるアクションペインティングからで、以降、前衛的な抽象絵画やポップアートこそがアメリカらしさ、アメリカ人の思考と言われてきた。だが実際には、ホーマーのようなリアリズム絵画の方がはるかに愛され、今なお愛され続けている。どうやら多くのアメリカ人は自分たちの絵画はヨーロッパの亜流だというコンプレックスを抱いているようだ。それが一因となってリアリズム絵画好みを表明しにくく、インテリなら抽象絵画を高く評価せねばならないと信じている節がある。有名なアメリカ映画グッドウィル・ハンティングにもそのあたりが伺える。大金持ちの娘でハーバード大学生の女性が自室に飾っていたのは、いかにものマチスのダンス。一方で、バンカーヒルコミュニティカレッジで教鞭を取る下町育ちの心理学者が研究室に置いていたのは、ホーマーのメキシコ湾流とそっくりの自分で描いた下手な水彩画。下手ではあるが、素人のその絵は、描き手の絶対の孤独とよるべなさを示す心象風景として、監督の意図をうまく伝えるとともに、メキシコ湾流自体の知名度の高さと分かりやすさを改めて示すものでもあった。古代ローマ帝国というのは極めて得意な成り立ちをしていた。単なる小さな都市が地中海一帯はおろか、大西洋岸からアジアに至る様々な民族、国を征服したばかりか、何世紀にもわたって支配し続けたのだ。空前絶後である。
だから、ローマにそのような運命をもたらした大いなる力を語り伝えずにおられなかったな。ローマ建国神話である。紀元前13世紀、トロイア戦争が終わった。ギリシャ連合軍に敗れたトロイア王国の武将、アエネアスだけが脱出して、トロイア再建を念じて放浪した後、イタリア半島に至り定住した。このアエネアスから十数代目の王がヌミトル。しかし彼は弟のアムリウスに王位を奪われる。アムリウスは兄の子孫を断つため、息子らは皆殺し、一人娘は無理やり巫女にした。巫女は終生の純潔が義務付けられていたからだ。ところが、軍神マルス、別名アレスが彼女を見初めて妊娠させる。マルスは主人ユピテル、別名ジュピターの子で、神々のエリートたるオリンポス十二神の一人、戦における破壊的側面を司る。ちなみにマルスの聖獣は狼、成長はキツツキである。さて、マルスの子をはらんだ巫女は当然ながら腹がせり出して周囲に気づかれる。叔父アムリウス王の厳重な監視のもと、男児の双子ロムルスとレムスを産む。子供たちは直ちに母から取り上げられてカゴに入れられ、テベレ川へ流された。そのまま溺れ死ぬと思われたのだが、カゴは川に沈むことなく流れて下流の岸辺に打ち上げられた。そこには母性愛に満ちた一頭のメス狼がいた。狼は二人に乳を飲ませる。乳が足りない時にはキツツキが食べ物を運んできた。やがて羊飼いが通りかかって双子を自分の家へ連れ帰って育て上げた。成長したロムルスとレムスは自分たちの素性を知って早速アムリイス王を討ち取って祖父のヌミトルを復位させた。それからいよいよ新しい都市を建設し、ロムルスが初代のローマ王となる。我らが王は人間ではない。祖先にトロイアの英雄、そして神を父に持ち、メス狼に育てられた。半分人間で半分は神だ。故にこそ、ローマ人は偉大なる大帝国を築き上げることができた。というわけで、メス狼の乳を飲む双子の図や彫像が数多く制作され、大いに人々の息を高めたし、今も高め続けている。フランドルの天才画家、ルーベンス、30代半ばの絵を見てみよう。伝説の要素がぎゅっと詰まっている。イチジクの木が茂る川のほとり。手前の砂地にはいくつもの貝殻が転がる。金髪の巻き毛が美しい、ふっくら健康そのものの双子は、どちらがロムルスでどちらがレムスかは不明だ。後ろ向きの子は一心不乱に乳を吸っており、その膝をメス狼が長い舌で舐めている。もう一人の子はキツツキが加えてきたさくらんぼを見上げ、両腕を広げて笑う。少し上の枝にもつがいのキツツキが餌のやり取りをしており、すぐ背後から杖を握った羊飼いが双子を覗き込む。眉を潜め、恐る恐るといった感じなのは、狼を警戒しているためだ。画面左の二人は誰だろう。裸体の彼らは、実は人間ではない。目には見えない存在だ。その証拠に、羊飼いは全く気づいていない。このたくましい腕と白ひげを持つ老人がテベレ川の擬人化だということは、この時代よりはるか前から作られている古代ローマの彫像に倣っているので明らかだ。寄りかかった大きな亀からは勢いよく水が流れ出して、これはテベレ川の水の流れを暗示している。
そばの美女は川に住む妊婦であろう。狼の描写も迫力がある。双子を優しく育てる一方で、牙や爪の鋭さ、光る目、口の大きさ、はっきり目立つあばら骨が人間に決してならされることのない野生を示す。先ほどお伝えしたように、ローマ建国史の重要なトピックたるメスオオカミの乳を飲む双子像は古来数多く制作されてきた。このルーベンスの絵から遡ること2000年近くも前から作られてきたという。中でも最も有名なのは古代の図を元にしたブロンズ像、カピトリーノのメスオオカミ。パラティニスの丘にあるカピトリーノ美術館に所蔵されている。見ての通り、狼とはにやかに信じがたいような、なんとも不思議な顔つきをしている。軍神マルスが使わした聖獣であるから、普通の狼とは明らかに違うのだ。たわわの乳房の列と、野生を示すあばら骨の対比。頭部と胴体のアンバランス。まっすぐすぎる足。美と魅力があふれており、傑作の誉れも高い。このカピトリーノのメスオオカミはローマの象徴として愛されて、サッカーのセリエ A のチーム、ローマのエンブレムにもなっているし、市内のいろいろなところにモニュメントとしてレプリカが飾られている。なんと、日本にもある。1938年、日本はイタリアからこの像のレプリカを贈られた。前の年にあった日本、ドイツ、イタリア防共協定の成立を記念してのものだ。今なお日比谷公園にあり、誰でも見ることができる。看板には、ルーパロマーナ、ローマのメスオオカミと表記されている。思いがけない場所に、思いがけない時代の、思いがけない理由でやってきたこのメスオオカミを、機会があれば、ぜひ見てほしい。さて、双子の赤ん坊の後日談にも触れねばなるまい。祖父を復位させたロムルスとレムスは、今度は自分たちが拾われたテベレの湖畔に新たな都市を建設することにした。ところが、どの丘に町を築くかで意見が対立する。ロムルスはパラテニスの丘、レムスはアウンティニスの丘を主張してお互いに譲らない。カピトリーノ美術館がパラテニス丘にあることはお話したので、そちらに決まったと想像はつくだろう。しかしハッピーエンドではない。双子は鳥占いで決着をつけることにした。より多くの鳥が集まった丘にするのだ。結果はパラテニスの丘がアウンティニスの丘の倍の鳥を集めて、ロムルスはそこを自分の名にちなんでローマと名付けて境界線を引いた。ところがそれを不服とするレムスが境界線を飛び越えたことで兄弟間の戦いとなって、ロムルスはレムスを殺す。生まれ落ちた瞬間から命を狙われ、母とは引き離され、共にメスオオカミの乳房にしがみついて乳を吸い、目標を一つにして頑張ってきた兄弟だ。仲良くやっていくことはできなかったのだろうか。そう思ってしまうのは、みんなで仲良くが好きな日本人的な甘い思考かもしれない。ローマ人は違う。王は二人いらない。強い王が良い。そう思い、ロムルスの行為を称賛する。この決定的な事件が起こったのは、紀元前753年4月21日とされ、以降、キリスト教が国教となるまで、この年号が紀元元年だったし、今もこの4月21日はローマの祝日だ。そうしたことを知った上でもなお、やはりルーベンスの作品やカピトリーノのメスオオカミを見ると複雑な思いにとらわれる。
この愛らしい双子のどちらがどちらを殺す運命にあり、どちらがどちらに殺される運命にあったのだろうと。ピーテル・パウル・ルーベンスはバロック最大の巨匠として生前も死後も人気が衰えることがない。